こんにちは、パステル画家の辻啓太です。今回はオイルパステル徹底比較ということで、5つのメーカーのオイルパステルをいろんな角度から比較してみたいと思います。購入の際の参考になさってください。僕が普段使っているものやおすすめもお伝えします。それではよろしくお願いします。今回比較するのは左からペンテル、ムンギョ、ホルベイン、ネオパステル、セヌリエです。ペンテルの専門家用パスです。片目でこの中では一番細くて角型です。次はムンギョというメーカーのオイルパステルです。太めで丸型です。これはホルベインです。角型で透明ケースに入っています。これはカランダッシュというメーカーのネオパステルです。やや小ぶりで丸型です。最後はセヌリエです。とても柔らかい丸型のオイルパステルです。ではちょっと描き比べてみましょう。ペンテルです。マーメイド紙に簡単に塗ってみます。軽い筆圧で描きます。色は綺麗にのりますが、やはり硬い感触です。線を引くとこんな感じです。今度はムンギョです。ペンテルと比べると明らかに柔らかいです。線も簡単に引けます。今度はホルベインです。こちらも柔らかいです。ムンギョと比べるとほんの少し硬いように感じます。角型の方が細い線は引きやすいです。今度はネオパステルです。柔らかくて気持ちよく色がのります。ムンギョよりほんの少し柔らかい感じでしょうか。ほとんど力を入れなくても線が引けます。最後はセヌリエです。かなり柔らかくて粘り気もあります。この5つの中では一番柔らかいです。ちょっと太めの線になります。今度は色を混ぜてみます。ペンテルからです。何度か重ね塗りします。こんな感じに混ざります。簡単に混ざる感じです。ムンギョも同様に混ぜてみます。混ざるよりも色が上に乗る感じなので、ペンテルよりは若干混ぜにくいように思います。こんな感じです。次はホルベインです。ちなみに単色で買うと一本一本透明のケースに入ってますが、セットで買うと透明のケースはついていないのでご注意ください。僕はいつもこんな感じでケースを持ちながら描いています。綺麗に混ざります。ムニよりは混ざりやすいように思います。ムラなく混ざりますね。
今度はネオパステルです。ムンニョと同じで色を重ねると色が上に乗るので、ホルベインよりはやや混ぜられにくいように感じます。最後はセヌリエです。強く書くと折れるので気をつけましょう。色が上に乗るので、この5つの中では一番混ざりにくいように感じます。指で伸ばしたりせずに普通に塗るだけだと思ったような色を作るのは少し難しいように思います。今度はこのまま指で伸ばしてグラデーションを作ってみましょう。ペンテルはほとんど伸びませんね。指で伸ばしてグラデーションを作るのはかなり難しいです。ムンニョです。伸びがいいですね。色の境目がぼやけて綺麗な色の移り変わりが表現できます。今度はホルベインです。伸びはいいのですが、ムンニョよりやや硬い感じがします。ちょっとムラがありますね。ネオパステルです。よく伸びます。とても綺麗に色がなじみますね。グラデーションが作りやすいです。最後はセヌリエです。一番伸びがいいです。ただ色がうまく混ざらないのか、グラデーションはちょっと難しいです。あとツヤが出ますね。どれも混色は十分可能ですが、ホルベインとペンテルが混色しやすく感じました。グラデーションに関してはネオパステルが一番しやすいです。もっと色数を使って大きな画面に描くとさらにその差は出ますね。順位をつけるなら2位ムンニョ、3位ホルベイン、4位セヌリエ、5位ペンテルといったところでしょうか。ただし同じメーカーでも色によって柔らかさや描きやすさなどに若干の差があることは知っておいてください。今度は伸び具合を比べてみましょう。ペンテルです。ムンニョです。ホルベインです。ネオパステルです。セヌリエです。こうしてみると分かりやすいですね。伸びやすさの順位は1位セヌリエ、2位ネオパステル、3位ムンニョ、4位ホルベイン、5位ペンテルです。最後は重ね塗りをした時の色の塗りやすさを見ます。カバー力ですね。あらかじめ普通のスケッチブックにホルベインのグレーを塗ってあります。その上に色を塗っていきます。ペンテルからです。色がつきにくいですね。点描でも入れてみます。次はムンニョです。ペンテルとは明らかに違いますね。点描でもしっかり色がつきます。ホルベインです。ムンニョよりは少し下の色が透けてる感じです。ネオパステルです。しっかり色がのります。
最後は背塗り絵です。画面では少し分かりにくいかもしれませんが、明らかに他よりノリがいいです。順位をつけると1位は断然背塗り絵です。2位ネオパステル、3位ムンギョ、4位ホルベイン、5位ペンテルといった感じです。あくまで個人的な感想ですので、その点はご了承ください。おまけとして書く時の音をお届けします。背塗りはほとんど音がしません。最後にまとめです。ペンテルは細くて硬いパステルで指などで伸ばすには向いていませんが、その分細かいところは描きやすいです。あとチョークアートに向いていると言われています。値段は1本100円から150円くらいです。値段はお店やセット売りかどうかなのでかなり変わるので、参考程度に考えてください。次はムンギョです。柔らかくてとても使いやすいオイルパステルだと思います。値段も手頃でセットでかなり安いものもあります。ただし単色では入手しにくいこともあるので、そこが難点です。個人的にはオイルパステル初心者にはとてもいいと思っています。なくなった色は別のメーカーのものを単色で買うのもありじゃないでしょうか。次はホルベインです。混色や柔らかさなどのバランスが良いオールパステルだと思います。中間色が多くて僕も愛用している色が何色かあります。値段は1本200円前後です。次はネオパステルです。描きやすさ、カバー力などどれもレベルがとても高いです。ムンギョの上位互換といった感じです。特にグラデーションの美しさは素晴らしいです。ただその分値段が高いです。1本300円以上することが多いです。最後は背塗り絵です。なんといっても重ね塗りをした時の色の乗りやすさが格別で、塗る時の感触も素晴らしいです。そこだけでもかなり使えるのですが、高価なのと専用の定着液が必要というのがネックです。その定着液も手に入りにくいことがしばしばあります。定着液をかけないとずっと乾くことはないので、触るとベタっとします。なので定着液を使わないというわけにはいかないと思います。ただそうは言っても素晴らしいオイルパステルなのは間違いないです。どのオイルパステルにも長所や短所があります。自分のスタイルに合ったメーカーを選ぶと良いでしょう。僕は普段ネオパステルをメインに使ってホルベインを補助的に使っています。それは僕のスタイルが点描やグラデーションを主体としていることや、プロの画家として対抗性を重視しているからです。スタイルが違えばペンテルや背塗りを使っているかもしれません。この動画が皆さんに合ったオイルパステルを見つける参考になったら嬉しいです。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画をお楽しみに。これからもオイルパステルに関する情報を発信していくので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。